こんにちは、内海あさです。本日は編み物交換便を初めてやってみますということで、インターネット上の編み物友達の方、編み物で知り合ったっていうよりか、もともとインターネット上でお友達の方がいるんですけど、その方が編み物をされているっていうことで、ちょっと2人で編み物の話とかちょこちょこしてたんですけど、編み物をする方同士がするという編み物交換便なるものをしてみませんかっていう話になって、お互い編んだものを交換するっていうことなんですけど、ちょっとねその第1弾をやろうという話になりまして、せっせといろいろ編んでたんですけど、それを梱包していこうと思いますということで、本日は梱包動画でございます。で、編んだものをねちょっと紹介していくんですけど、まずこちらですね。これはお花のポーチですね。ことかなさんのレシピだったと思います。こんな感じでファスナーもねつけました。頑張って。こんな感じで、中にはこうやって私のポッドキャストを聞いてくださっている方なので、私の番組のグッズをですねちょっとおまけで入れてます。ちょっとシーズン2のやつとかもあるんですけど、今シーズン3になってるんですけど、私の番組でももうシーズン2のグッズがねまだちょっとあるということで、シーズン2のグッズをちょっと入れさせてもらいました。ということで、このポーチをですね入れたいと思います。で、あと入れるのがこれですね。ネットです。じゃーん。これワンダーコットンでちなみに編んだんですけど、結構大きめのネット、大きくもないか、こんな感じでねネットを編みました。で、これはこう壁に向かってね、壁がこうだとしたら、こう壁でしょ、壁でこうプラーンってさせて、上に毛糸玉とかを置くいい収納場所が作れるのではと思って編んでみました。ネットですね。で、続いてスマホポーチですね。こちら、これもねちょっとねサイズがもしかしたらやや小さいのではと思っているんですが、はい、こちらの動画を参考に作りました。ちょっとスクショ入れておきますけれども、こちらの動画を参考に作ったスマホポーチと、あとストラップも作ったんですけど、ストラップがちょっと短かったなと思って、本当はスマホのショルダーみたいな感じにしたかったんですけど、ちょっと短くなってしまって、このレシピで作りました。はい、短くなっちゃったので、ちょっとネックストラップということでなんとか許してもらえないだろうかと思ってます。はい、っていうのが、メインの入れるものになります。ではね、これを梱包していきたいと思います。まずね、ネットを先に敷いて、ネットをどう入れたらいいかな。よいしょ。ネットを入れまして、はい。ちなみにこの箱は友達に甘酒もらったんですけど、この間誕生日に。その甘酒の箱が可愛かったので有効活用してます。で、ポーチを入れます。はい。ポーチですね。で、スマホのポーチも入れます。はい。で、これだけだとちょっと寂しいかなと思ったので、こちらですね。お花のこの小物置きみたいなのを作ってるんですけど、これもねおまけで入れます。本当簡単だった、これは作るのが。
でさらにおまけでこの花たちですね。これわかるかな。このお花モチーフをなんかアマリートでちまちま編んでたやつがあったので、それを緩衝材代わりに詰めていくんですけど、この小物入れ系がねまだあるので、まず小物入れを上に敷き詰めることで春らしさをね演出していきたいと思います。よいしょ。お花をね散りばめますよと。はい、こんな感じでこう上にねこのグレーが来るとちょっと春らしさが失われるかなと思ったんですけど、こうやってね花も散りばめたりすることによって春らしさが演出できるのでは。やっぱこの余った花をモチーフにして荷物入れる時ラッピング用の緩衝材にするっていうのは我ながらいいアイディアだったんじゃないかなと思っております。ちょっと黄色がいい感じにいくようにしたいな。はい、こんな感じですね。いい感じではないでしょうか。こんな感じで春らしい気持ちになれることを祈ってます。なんかなんだ俺ってならないといいな。はい。であとはお手紙をですね中に入れて封をしていきたいと思います。じゃあ蓋します。よいしょ。はいはい。ではですねリボンを持ってまいりました。これで箱にリボンを巻いてみようかなと思います。ただリボンがね私巻くのめちゃめちゃ下手説あるから、リボンってどうやって巻くんだまず。リボンってどうやって巻くんですか。あ、無理無理。わかんないわ。わかんないから一旦一本のリボンでやろうっていうのを諦めます。この状態で一旦切った方がいいと思う。ちょっとマスキングテープで一旦留めちゃおうと思います。リボンをね。これでどうだ。ちょっと怪しいが一旦これでなんか私が理想としているリボンと全然違うんですけど、なんか全然可愛くなくなっちゃった。どうして？このようなちょっと不格好ですが、これでよしとさせてください。すいません。であとはセリアで買ってきたこのギフトシールを貼ってみたいと思います。何色がいいかな。これにしよう。いやこれにします。はい、というわけでこんな感じですね。いい感じなのではないでしょうか。ではこれをさらに箱に詰めていきたいと思います。
はい、ということで段ボールを持ってきました。ここにさっきまでラッピングしていた箱をまずインします。でこれのままだと動いてしまうので、紙をくしゃくしゃして固定していきたいと思います。こちらですね、コピー用紙をひたすらくしゃくしゃして詰めていきます。これを開けた瞬間すごいうわって思うんじゃないかって不安なんですけど。はい、ということでこれで多分大丈夫じゃないかな。よいしょよいしょ。はいはい、あ、いい感じですね。これで入れちゃって大丈夫な気がしてきました。はい、では蓋していきます。これであとはこの伝票を書いて貼ってコンビニで発送してきます。はい、というわけでお相手から編み物交換便が届きましたので開封していきたいと思います。一応ね、住所とか貼ってあるやつは剥がしました。では開けていきます。よいしょ。お、すごい、なんか入ってる。いや、そうか、なんか入ってる。一つ目、かわいい。なんだろう、タオルかな、ニットタオルかな。ちょっととりあえず全部出しちゃいます。あ、お手紙だ。お手紙だ。お手紙をもらった。嬉しい。そしてこちら、かわいい。かわいい。ポーチかな。で、まだあと1個入ってる。なんだろうこれ。かわいい。これは飴じゃないのかな。これなんだろう。開けてみようということで、お手紙もらえたのめっちゃ嬉しいかも。お手紙はさすがに一人で読みます。ということでオープン。かわいい。すごいキラキラしてる。伝わらないかもしれないこのきらめき。すごいかわいい。かわいい。透かし編みみたいになってる。すごい、めっちゃかわいい。嬉しい。この色素敵すぎる。かわいい。で、続いてじゃん。やっぱ巾着っぽい。この底の部分がすごい。これどうやって編むんだろう。なんかポコってなってる。どうやって編むんだろうこれ。かわいい。めっちゃ模様みたいになってますね。めっちゃかわいい。リボンもめっちゃかわいい。巾着の紐リボンにするっていう手があったんだ。かわいすぎる。すごい。こんな感じ。結構たっぷり入りそう。こんな感じで。すごいなんかスパイラルっぽくなってる。これどうやって作ったんだろう。かわいすぎる。すごい、めっちゃかわいい。お花みたい。ハスの花みたいなポーチだ。かわいい。すごい。で、かわいい編みぐるみっぽい。あ、わかった。これがなんだろうって思ってたんだけど、足だわこれ。足ですね。で、これが尻尾だ多分。で、これが目だと思う。茶色に黒だから外側からだと気づかなかったけど、これが舌かくちばしだよねきっと。かわいい。なんかディグダみたい。ディグダと違うか、さすがに。めっちゃかわいいんだけど、しかもこうやってぶら下げられるっていう。
敵すぎる。めっちゃ嬉しい。こんな感じ。嬉しい。なんかめっちゃ楽しいかもしれん、この取り組み。この編み物交換便という取り組みめっちゃ楽しいかもしれん。なんか手紙もいただいたし、しかも結構な厚みがあるわ。これは大事に読みたいと思います。お手紙の中を見たところ、いただいたアイテムの解説が載ってたので紹介していきたいと思います。こちらが鴨の橋だそうです。鴨の橋さんだったんだ。可愛すぎる。可愛い。オリジナルなんだって。すごい。オリジナルでね、編みぐるみとか編めたら最高だよね。楽しそう。可愛い。めっちゃ可愛い。でこれはやっぱりニットタオルなんだって。すごい。本当このキラキラが入ってるのも可愛いですよね。なんかお手紙にはこのなんかポリエステル、このキラキラ部分が多分ポリエステルだと思うんだけど、なんか 100% コットンじゃないとなんか水が悪くなるらしいみたいな感じで、だからもしかしたら水が悪いかもみたいな風に書いてあったんだけど、でも私は可愛い方が100億点っていうタイプなので 95% のコットンが頑張ってくれると信じて、このタオルをね使っていきたいと思います。めっちゃ嬉しい。でこれはお花のつぼみがこう花開く感じをイメージしたポーチなんだって。かわいい。こんな感じでね、お花が開いたり閉じたりするイメージなんだそうです。かわいすぎる。であとはね、おまけでねシールもつけてくれたの。こんなシールかわいすぎる。こんなかわいいシールどこに売ってるんだろう。なんかシール集めとかちっちゃい頃してたなって思い出しました。めっちゃかわいい。嬉しい。私結構ねお手紙書く方なんですよ。お手紙とかそういうの書く方だから、こういうシールとか封筒留める時とかにもね、糊した後にペタって貼って使えるから本当ありがたいです。使いたいと思います。今回は編み物交換便の動画をお送りしてみました。皆さんも編み物をしている友達が周りにいらっしゃったら、お互いに編んだものを交換して楽しむのも良いのではないでしょうか。ちなみにね、今回は編み物交換便のルールとして、新しくこれのために毛糸を買うのは1000円までにしようっていうなんか取り決めをね最初にしたんだよね。だから私はなんか最近毛糸いっぱい買っちゃってたんだけど、昔から持ってた毛糸を中心に作ってみました。だからね結構無理なく楽しめたかなっていう感じです。結構そういうやる時のルールみたいなのを決めてやってみると、縛りがあるとね逆にインスピレーションが湧くかなって思った。私はなんか新しく毛糸買うのがいくらでも OK っていうルールだったら逆に難しかったかもしれない。なんか何を編んだらいいんだろう、何でも編めちゃうみたいな感じになっちゃうからすごい大変だったかもしれないけど、あるものの中からこれで何を思うの方が私はイメージしやすかったですね。ということで素敵な取り組みをできて嬉しいです。そんなわけでこの動画がもしよかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。あとはコメントなんかもいただけたらすごく嬉しいです。それでは内海あさでした。番組からのお知らせです。チャンネル登録者数1000人を突破しました。目標達成記念にリアル編み会を開催します。リアル編み会については LINE 公式アカウントで発信しておりますので、ぜひお気軽にご登録ください。左の QR コードか概要欄にあります URL からご登録ください。皆様からのご参加お待ちしております。最後まで動画を見てくださってありがとうございます。楽しんでもらえたらぜひ高評価とコメントも待ってます。チャンネル登録してもらえるともっと編み物の動画を届けられるのでぜひお願いします。
みんなのおすすめの毛糸屋さんや気になる毛糸トピックスも教えてください。また次の動画でお会いしましょう。